こんちは。お守りとゴール武器の探索、パート17、始めてまいります。さあ、2週連続となりました本企画。ペースを落とすとは何だったのでしょうか。いやいや、一応変動することは動画で言っておいただろ。平気平気。我々にも今プレイしたいことってのがあるからな。それに合わせた方がいい動画になりやすいしね。ということで今回もお守り掘りからやりますか。引き続きディアブロス周回です。ここ最近、ギルクエ育成を進めてたのもあって、恐竜結晶に余裕が出てきましたね。それでもマガマが106個だけどね。2時間も錬金すればなくなる数だ。クエ攻略にも鬼人やクジーやら競争 G やら使うから、マガマガだけ需要が多すぎるぜ。汚れなきの需要は発掘の研磨くらいですか。比較的余りますね。ギルクエは枠の問題もあるから難しいですけど、やる気がある時に集中して育てたいところ。とりあえず手元にもう一つ育てたいのがあるから、裏の作業頑張ってくるわ。じゃあディアブロスの腹を切り刻むぞ。すまないね毎回。この企画始まって何頭のティア君が犠牲になったか、ギルド的に許しちゃダメでしょこれ。ギルドは生態保全の役目もあるみたいだしね。見つかったらギルドナイトに暗殺されそう。討伐数と捕獲数は厳密に管理するだろうけど、サブタゲはどう処理してんだろうな。ギルド的にサブタゲってどういう扱いなんでしょう。採取ならまだついでに依頼されるのはわかりますが、実力がないのに無理をするハンターがいたりして、見切りをつけさせるシステムだったりするんでしょうか。クエ失敗を嫌がって無理するやついそうだもんね。サブタゲクリアで帰還した方がまだ気持ちは楽だな。とはいえ、悪意を持ってサブタゲクリアを乱用したら、それはそれでまずそうだけどね。我々も腹と背がズタズタのディアブロスを量産してるんで、そう考えると罪深い企画やってますね。昔、変革の個体でディアソルテって言いましたよね。彼もサブタゲ乱用の被害者なのかも。毎回特定の部位だけ集中放火されたらな、気が立ってパワーアップするのも納得かも。サブタゲって結構有用な部位が指定されるからな。ディアブロスの角なんかはわかりやすいよね。頭の部位破壊は貴重な素材が取れることが多く、悪用されるのは結構目に見えてます。一体あと何頭のティア君が被害に遭うのか、その謎はカニ馬を引くまで続きます。我々が周回してんのはお守りだけじゃないけど、それはいいか。最近の作品はいつでも戻れるようになったから、サブタゲ文化もなくなったよね。サイドクエやバウンティーに形を変えてる感じですね。部位破壊が条件なのはあまり見ませんが。今後もずっとこの形式なんでしょうか。若干サブクエが恋しくなったりします。ぬるっと狩りに移行する形式になったからね。タコシヤ。今は置いとくとして、オールドハンターには懐かしくて印象深いシステムだ。バウンティーもいいシステムだとは思いますがね。やはり自発的に通わせる方がいいのではと考えたり。あんまり言うといよいよ老害ハンターなので、この辺にしときますか。ってなんじゃこれ、攻撃-10ってお前、闘技大会のクソの席じゃないんだからさ。そういや、スキル値のマイナスもこの時代ならではだな。これはもう復活しなくていいよ。確かにこれは用語のしようがないですね。この時代ですら存在意義がよくわかりません。さてと、そんなわけでそろそろ1時間周回してますが、今回は見どころないですね。周回作業をお届けする以上仕方ないことなんだが、下振れ方向しかないのはしんどいよね。我々の作業的には味変ができるんだけど、動画ではそれも見せづらいからな。クエストが変わったところで、ですもんね。パート数が重なるとやはり厳しいものがあります。そこで変化をつけるならギルクエになるわけですが、そうなると育成問題にぶち当たるんですよね。なかなか難しいよね。じゃあ新しいの、となりづらい。およ、聴覚保護6抜刀改心4だって、ここに来て見どころらしきものが出たぞ。確かに今回では一番目を引くものですが、冷静になるとかなり怪しいですね。体験で耳栓を使うなら、まず今後歌いが来るはずで、聴覚保護は高耳装備でしかいきません。一応高耳装備は体験でも作ってある。それが更新できるかだな。とりあえず取るだけ取っといて、作業が終わったらシミュしてみるか。結局、それ以外に目を留めるものはなし、自室に行ってシミュ確認です。いや、スロット2か。すでに望み薄だが。では実際にシミュで確認していきましょう。まずは登録してと。この時間って毎度結構ワクワクするんだよな。それもご責によるけど。意外なところで引っかかったりするから、油断できんのよね。今回はポイントもスロットも控えめですが、果たしてどうか。登録したら OK を押してシミュ開始です。ちなみにこれは我らがガンシミュ様を使用しています。やっぱこれが一番使いやすい。我々のような旧作好きには特にな。で、必須スキルと高耳まで固定して、追加スキル候補を表示だ。我々はこれに耐震を足したセットを使用しています。微弱な火力スキルより安定を取る形。見た感じ有用な追加スキルは見当たりませんね。やっぱりポイントが足りないか。
一応、今回のお守りも候補には出るんだけど、登録済みのお守りも一緒に出てくるんだよな。既存セットからフェイクが脱げるわけでもなし、残念だが外れかな、これは。ガルルガフェイクが10ポイントですからね。そもそも1ポイント無駄になってます。ちなみに、やろうと思えば攻撃台や挑戦にも追加できます。武器スロ3や神オマが必要ですが。抜刀会心7の応答7スロ3か。確かにすごい噛み合いは良さそうだけどよ。こういうピンポイントな性能は狙えたもんじゃない。お守りベースで装備を組む感じになるよね。確認するだけでも前進ではありますから、めげずにお守り掘りは継続していきましょう。だね、掘って勝って。我々にできるのはそれだけだ。よーし、ほいじゃ今週のギルクエの時間行くぞ。今回は AI セットと水体験で行く。この3つの風流剣、動画では少しお久しぶりかも。やっぱかっこいいですねこれ。さあ、そして今回も新たなクエストを育ててきました。地味にメインデータ久々の新クエです。オンガーラーの片手双剣だ。武器の見た目はチュクチュクと鉄線。1月のすれ違い企画で手に入れてたもの、ようやく出発できるぜ。前回のクックラーと違って育成がかなり大変でした。95% くらい陣話が強かったせいですけど。このクエは準備など全開で挑みます。弱恋に落とし穴、競争もあると良いと思います。慣れればこの辺はいらないんだが、失敗するとめっちゃ凹むから対策がまだ必要だ。このクエの構成は崖川10の31。最初は崖上でラージャンとの戦闘になるぞ。崖上といえば TA 勢御用達のマップなんですが、通常の周回では注意が必要なところでもあります。それでは合心を解きまして、いざラージャン戦へゴー。我々、原種の人狼は合体で挑むんだが、合心で OK なのは亜種のいいところだね。さあ、密着した状態からスタートだ。ここで極限ラーと戦うのは初めてだが、どうなるんだろう。ここ、狭いから移動を制限できるんですけど、当然、こちらの立ち回りも制限されます。普段のノリでプレイすると攻撃が避けられなかったり、専用の立ち回りを意識せねばなりません。壁に引っかかって急に攻撃範囲変わったりするもんな。いつも以上に無駄弾を撃たないようにしよう。今タメさんが2回とバットは1回当たってるよね。次もタメさんで極限解除できるはず。135までは恐竜カラーちゃんを相手してたんですけど、ぶっちゃけ極限より厄介でした。どうも恐竜化の方が解除値が重くて、石2個で足りなかったりしましたね。極限は確定行動多かったりするしね。問題は肉質だけだな。このタイミングの投機効果はありがたい。後ろ足が南下してくれるわ。これも TA 勢喜ぶところですね。両個体だといいですが。このクエ、レベル126以降はラージャンも普通にむずくて、慣れないうちは結構映ったりしてました。育成で一番辛いのは126から135だ。やること全く変わらないからな。モンスター側も普通にステータス強くなるし、2日に分けて育てると精神的に楽かも。理想は複数クエを同時並行で育てることですね。ここでも味変は大事。ただ、今回に関してはあえて連続でやってました。少しでも陣話くんになれるため。高レベルの個体とやるの何年ぶりだろ。慣れてないから、Z 順以外ではマルチでも狩らなかったわ。攻撃力高いし、何よりファンネルがあるから、マジで初見はどうしていいかわからんよなあいつ。慣れればファンネルも冷静に避けられるんですけどね。自分で育ててもしないと慣れる機会自体がありません。我々も育成中は大変苦労させられました。というか、今でも完全に慣れていませんけど。最初よりはだいぶやれるようになったけどね。それは後半戦のお楽しみってことで。さて、ラージャンくん極限2回目。石1個で解除できるかは流れ次第かな。このエリアは出口が崖下にあります。崖上の広場にないから少し戦いやすいです。通路は移動を制限できる分被弾しやすくて、広場では落下によるロスのリスクがありますね。崖上スタートだとちょいとむずいマップよね。これも慣れるいい機会と思う。5分ちょい経ったところでラーが移動。HP1 だといいな。すぐエリア2へ向かいましょう。煙を使えるように準備します。さて、ジンくんは、ここにはいないみたいですね。運が悪いと入場してすぐ見つかる。136までで1回しか起きなかったけどね。ラージャンは6分ちょうどくらいで討伐完了だ。こっちはいいペースだね。ここからが本番ですね。気合い入れていきますよ。いたいた。どうやら恐竜化はしてなさそうだね。TA でなければ恐竜化はしてない方が楽です。2頭食えたと解く前に見つかることも多いので。で、開幕は振り向きにタミ3バットまで入りますが、まだタイミングをつかめていません。なんかトンチュンカンなとこ殴ることがあってね。団体プレイで練習したい。よし、じゃあ戦闘開始だ。スタンを意識して攻撃していくぞ。だいたいバット7発で1スタンが来ます。スタンが近づいたら攻撃方向などに気をつけましょう。プレス攻撃は風圧を警戒。
捕まるとお手が来て大ダメージです。一番多いシーンがチャージお手かもしれん。タイミング次第では積むからな。この辺まだまだだね。怒り以降警戒しちゃってるわ。多分あと一発で起こるんですけど、ひるみも重ならないからあんま意味ないですね。結局、ダメージで移行しました。角度的に方向が狙えません。もどかしい。見返すと色々ボロが出てくるぜ。さあ怒り状態だ。初見だと絶望感やばいやつね。各種攻撃のスピードに加え、設置されるファンネルがとにかく厄介です。確定行動が多いのでチャンスも多いんですが、適当に攻めるとファンネルの餌食になります。慣れないうちは生き延びるのすら困難。まずはファンネルの挙動の理解から進めるのがいいね。ファンネルには直進と曲がるタイプの2種類ある。コンボについてくるのは直進タイプね。そして、この設置される技からは両タイプ出てきます。向かって左側が曲がるタイプ、右側が直進です。曲がるタイプの間を縫うように避けて、そのまま左奥に抜けると避けられます。文字で説明すると分かりづらいなこれ。使いならなんとかなるかな。ファンネルは飛ぶ順番が決まってます。狙いは出た時のハンターの位置ですね。曲がるタイプは角度の限界があるので、間を縫うようにすると自然に避けられるんですよね。位置が中途半端なら、丸位置とオンガの間を抜けてもいい。ここは臨機応変に、だね。この行動の間はとにかく避けに徹しよう。回復する場合は安全圏に抜けたのを確認してからね。亜種戦は、まずはこれの対処を確実にするところから、詳しい解説動画も別の方が上げられています。ダメージも竜やられもかなり痛いですし、一度食らうと次の攻撃の対処が難しくなります。亜種は原種に比べて属性がかなり効きやすい。雷と水がよく効いてくれるぞ。今回の風流剣も属性ダメージを期待してる。竜やられで封じられるのは魅力半減だ。水は頭が20も通るんですね。流行じゃなければなんと雷と同じです。ギルクエでは何かと氷が注目されますが、実は水も有効な相手が多いんですよね。ティア、ウラキ、ガルルガ、そしてオンガーシュ。面倒な中堅どころが弱点としてるね。何気に氷以外でラージャンに無効化されない属性だ。全身後しか通らないが。体験は彼らの弱点を直接殴ることが可能。攻撃属性の恩恵を受けやすいですね。どれも我々好みのモンスターなので、実は水属性の評価高かったりします。さすがに万能だとは思ってないけどね。体験以外だと生きる場面少なそうだから。OK、今回のテイクかなり順調だね。アドリブでごまかしてる感すごいけど。危ないフレーム回避を何回か決めてますね。再現性が低いため、素直に喜べません。そして、ここで恐竜開口となりました。タイミング的にはバッチリですね。用意してた落とし穴をすかさず設置。石も研いで解除地の蓄積を狙いに行くぞ。この流れ、MH4 のマルチを思い出すな。あの頃は当然石はないが。恐竜カモンスは移行時に罠かけるの定番でしたね。4G よりモンスター側が強力でした。ここでタメさんが2回と強タメコンボまで入ります。移行時に遠すぎると間に合わないため要調整。ご苦労の恐竜か怒り時はまがまがしさ半端ないな。近づいて大丈夫なのかよこれ。ただでさえ竜エネルギーバリバリ出てますからね。これでスリップダメあったら話違いますけど。で、一回こづかれてしまいましたね。できれば回復しておきたいところ。この体力だと大技は即死圏内だね。防御飯食べてるけど全然無理。ランダム方向の攻撃で先くれたわ。地味にありがたいぞこれ。ファンネルのせいで回復の隙が本当にありません。慣れないうちはエリチェンを繰り返すのも手。このサマソはチャンスなんですが、まだとっさの対応はしきれませんね。怒り時は振り向きを狙うべきだったような。また解説動画見に行かなきゃ。オウガーシュの TA はなんと5分切りの動画がある。くっそかっこいいから必見だよ。ジンオウガは原種も亜種もかなり難しいですが、その分、神プレイの見応えも凄まじいですよね。恐竜化は解除できましたか？これは落とし穴がかなり効いてそう。追撃で頭いっちゃってるけど、そこは見ない方向で、2等クエだとスタン2回目は狙うべきじゃなさそうね。位置はいいからこのサマソは直でいけるな。ファンネルを視認してから垂直に位置をずらして。一瞬ファンネルを誘導する形ですね。直進タイプは進行方向を瞬時に判断しています。引きつける分、攻撃の猶予は短いです。ここが足の難しいところ。怒り時はあらゆる行動がギリギリだ。何度やられたかわからんぜ。さあ、今度こそ怒り方向はもらうぞ。もうだいぶ削れてきたんじゃないか。今回は5ターンもプレイスキルも噛み合ってるようです。このまま綺麗に締めたいが。弱りましたよ。やりましたね。休眠はエリア2だからクリア確定だ。だいぶ良かったね。G オウガは寝るまで少し長めに時間を取る。30秒くらい空ければ確実だ。すやすや寝ていますね。最後の一撃です。ここも頭にいってますが、良い子は背中を狙いましょう。肉質2割くらい違います。よーし、何はともあれ終わった。
いや、マジで強かったわこいつ。135までの育成期間はこれまでで一番大変でした。ガチンコだと本当に強敵ですね。ですが、うまくいった時は最高に楽しいです。原種より好きかも。136以降も普通に頭狙っていいってのがね、オウナ種の良さを感じられるぜ。お、レア銃あんじゃん。クエ報酬だと久々に見たぞ。まさかこの勢いのまま、ゴール武器が。出ませんでした。まあ分かってた。ギルクエ何回もやってるんだ、分かってたさ。チュクチュクはあんま掘る機会がなかったので、見た目でもチェックしときましょうか。どれどれ。おお、めっちゃ綺麗やん。紫発光か。剣中央の装飾が宝石みたいで、美術館にありそうだぜ。ほほう、これは意外な収穫でしたね。発掘映えする武器でしたか。チュクチュクって名前だけ特徴ある謎の武器でしたけど、輝けるのは 4G だったか。片手使いは好きな人多そう。性能いいの出たら面白いな。こいつはポイントにするんだけどね。また封じられて強くなってくれ。これがダメ発掘の運命。4000ポイントありがとうございます。はい、ということで以上パート17でした。ここからは締めのコーナー参ります。唐突に始めるのはこちら。視聴者発掘、これ強いのか、第1回。我々の動画、特にこの企画なんだけど、コメントで発掘の成果報告してくれる方がいるのよね。これって強いですかと質問される方が多くて、せっかくだからアンサーまでをコーナーにしちゃおうと思いました。毎回できるかはわかりませんが、今後動画の最後に載せていきますね。まずはナハトさんからのコメント。1728つむら、毒365水まり、体験だね。これはですね、スロットゼロを許容できるか、つまり手持ちのお守り次第ですね。1728は白でもログレギより抜刀の期待値が上ですが、攻撃賞の有無で逆転します。それでも紫まで含めると火力面は問題なさそうだけど、ゼロ1で重要なスキルが欠ける可能性あるからね。磨く価値は確実にあるけど、毒ってのもあってちょい残念よりかな。続いてはガンガンさん。この方も最高倍率スムラの体験ですね。これをもうすぐ研磨して持ちたいレベルの当たりだね。我々、地味にスロさんの持ってないから羨ましいよ。ゴールが逃走って書いてあるだけで、この武器の価値は理解されてそうだけどね。強いて欠点を挙げるなら、この武器を担ぐとき、毎回陽覚醒という事実を突きつけられることですかね。強いと言っても、そりゃ覚醒不要の方がいいので、麻痺ついてたらなぁと思っちゃいそう。とはいえ些細な問題だ。1000級ですおめでとうって感じだね。つうことで、こんな感じでお届けしていくよ。引き続きみんなの出土報告お待ちしているぞ。毎回動画につけるかはわかりませんが、そこは数に応じて決めたいと思います。米以外にメールでお送りいただいても OK です。その場合、画像があったら載せさせてもらいます。気が向いたらでいいから送ってみてね。みんなで発掘意欲を高めよう。ほいじゃ、次の動画で。またね。